どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、流木を購入したことはありますでしょうか？レイアウトには欠かせない存在の流木、水草水槽経験者なら一度は買ったことがあると思います。この流木はレイアウト水槽を作るためには必ずと言っていいほど必要になってくる素材であり、流木選びは慎重にいかないといけません。いくらレイアウトが上手でも素材が良くないと難しいですしね。正直流木なんてそこら辺で拾ってくればいいじゃんと思う方も多いかもしれませんが、やはりアクアリウム用として流通しているものはかっこよさが違います。たまにダムとかで無料配布してるみたいなんで、そこから掘り出し物を見つけるのはありかもしれませんが、基本的にはアクアショップで現物を見て購入することが多いと思います。ただ形が良かったりすると1個数千円はザラな世界なので、買うまで躊躇しちゃいますよね。自分は結構店頭で買っているんですが、それでもやっぱり2、3000円するので、一個一個はすごく吟味します。他の入手経路としては、大手通販サイトチャームか、どっかのショップがネットで福袋出してる時に買うくらいです。基本的には形状お任せになるので、いいものが出るかは運次第なんですが、その分単価が安いのがネット購入の魅力ですね。そんな当たり外れの大きい流木なんですが、実は Amazon でも取り扱いがあるんです。それもなんか得体の知れない感じのものが。というわけで今回は、おそらく中国から来たであろう謎の流木を実際に購入してみて、どんなすごい流木が出てくるのかお見せしていこうと思います。それでは早速今回購入した流木たちを紹介していくんですが、一つだけだといまいち傾向がわからないと思うので、今回は3種類の流木を一気に購入しました。最近の Amazon は梱包がいろいろあって面白いですね。環境に配慮してるみたいですけど、超小さい商品一つを仰々しい段ボールに入れて持ってくるんで頭おかしくなります。まず最初に出てきたのはこちら。10個入り自然流木水族館シンクエイブル流木水槽の装飾ミニ5から8センチ。価格は1299円。メイドインチャイナと書いていますが、水族館って名前が書いてある時点でチャイナなのは分かりきっていることではあります。1299円と聞くとなかなかお高いと思いますが、1つ130円と考えれば安い。流木がペットボトル1本くらいで買えるんですよ。これを高いと見るか安いと見るかでアクアリストかどうかがあぶり出せます。こいつアクアリウムやってるんじゃねってやつにふっかけてみるといいと思います。ちなみに商品説明では5から8センチって書いてあったのに、4から6センチにサイズダウンしてて笑う。ほんまチャイナって感じです。おまけに今商品ページ見に行ったら8個に減って8から10センチサイズに変わってました。本当に8から10センチサイズが来るとは思えないですね。では早速開封していきます。まず最初に出てきたのはこちら。なんかそれっぽくてまあいいんじゃないでしょうか。続いて出てきたのはこちら。思わず声が出てしまいました。商品画像とは似ても似つかぬゴミが送られてきました。これが130円って高くないか？どうやら自分はアクアリストではないようです。こんな道端に転がってても絶対拾わないと思います。続いて出てきたのはこちら。まあ見た目はかろうじて流木ですが、5から8センチって嘘つくのやめてもらっていいですか？続いて出てきたのはこちら。すっぱり切れた綺麗な面。もともともっとでかかったのであろう流木を数を増やすためだけに割ったことを隠そうともしない姿勢、素晴らしいです。次はこちら。こんなうんこみたいな流木ですらまだマシに見えるんだからすごいですね。これがお前らのやり方か。次はこちら。もはやこのレベルで感動します。レイアウト上手な方なら使えるのではないでしょうか。次はこちら。これも割ってます。今度からよくある見た目が不揃いな切れ端だけど美味しさは一緒だよって言って格安で売ってる訳あり B 級品みたいな感じで売ればいいんじゃないですかね。
しゃぶってみたらちゃんと流木の味します的な。次はこちら。もう感想が出てこないです。でもまあマシですね。次もマシ。次はなんか丸っこいやつ。次もマシ。最後は平たいやつ。というわけで10個だったはずなのに気づいたら12個入っているというアハ体験ができるゴミの開封でした。ゴミの開封から気を取り直して流木の開封に移ります。次はこちら。水族館シンクエイブル流木水槽の装飾自然流木爬虫類6個入り小10から15センチ。価格は1999円。名前からわかるように同じところから販売されているやつですね。こちらは見た感じ枝状の流木が入っているようで、梱包もしっかり小さな段ボールに入ってました。ゴミを送ってくるところなんで期待はゼロになりましたが、果たしてどうでしょうか。まず最初に出てきたのはこちら。これはマジで当たりですね。めっちゃええやん。ゴミとの高低差ひどすぎるやろ。逆に怖くなってくるレベル。小さいながらもしっかりとした枝ぶりでいろんなレイアウトに使えそう。続いてはこちら。こちらも若干根っこ感あっていいのではないでしょうか。色が統一されているのもプラスポイント。ADA のブランチウッドっぽさがあっていいですね。続いてはこちら。若干芋虫入ってますが、このブスッとした感じが流木感を醸し出してて個人的にはあり。使えるかどうかは別として。次はこちら。一角が出てきました。正直見た目はハズレっぽいですけど、組み合わせて使えばいけそうですね。次も同じような一本流木が出てきました。まあ最初が良すぎたから物足りなく感じますが、1個333円って考えたらまあ9大点ではないでしょうか。形状お任せですしね。最後はこちら。先ほどまでの一本流木の反動でなかなかいかついのが出てきました。ボリュームがあっていいんですが、枝の向きがバラバラなんでなかなかの癖です。というわけでこちらの6個入り流木はなかなか当たりだったのではないでしょうか。先にゴミを開封しててよかったと思いましたね。こっち先に開封した後にゴミ開けたら失神してるところでした。ちなみにこちらの当たり流木は現在2299円に値上げされてます。こういうところはきっちりしてますね。最後に紹介するのはこちら。デルフィスリベラミニウッド小型流木3本セット。価格は980円。こちらはチャイナ流木ではなく、試薬や液肥でおなじみのデルフィスから出てる商品です。よくリベラ流木って店頭でも売ってますよね。その類だと思います。これ買ったのは店頭で売ってるようなリベラ流木が来るのか気になっただけです。最初に出てきたのはこちら。はい。続いてはこちら。はい。最後にこちら。はい。以上です。締めて980円。ノーコメントでお願いします。一応この商品、今品切れで販売してるとこがわからなくなってるんで言うんですけど、デルフィスの試薬の配送料をえげつない価格で設定して販売してるショップが出してたんで、この流木もデルフィスが出してる価格よりも結構上乗せして販売している可能性があります。あくまでも可能性の話ですけどね。まあこれに関してはサイズも小型流木としか書いてなかったんで仕方なし。最初に出てきた流木はサンプル画像と違いすぎてえぐいと思いますけどね。これも形状お任せの宿命。というわけでチャイナのゴミと両流木とパケシャサギ流木の紹介でした。細かいディティールにこだわる凄腕レイアウターならゴミ流木も使いこなせそうですけど、少なくとも僕みたいな下手くそにとっては金払うほどの価値はありませんね。その中でもチャイナの6本流木は良かったです。今300円値上がりしてるのも納得のクオリティ。10から15センチなんで15から20センチキューブみたいな極小水槽でも使えるのがいいと思います。こっちだけ買っとけばよかったです。今回買った流木すべてを並べてみた映像がこちら。下のゴミが邪魔ですね。
上の枝状流木があるおかげでかろうじて流木と自分の脳が認識しています。皆さんは絶対得体の知れないところから流木は購入しないようにしましょう。金払ってゴミ処理させられますので。そんな感じでこれだと後味が悪いので個人的超おすすめ流木セットを紹介して終わりにしたいと思います。それがこちら、形状おまかせ極細ルーツウッド 50g。 こちらはチャームから販売されている枝状流木ですね。これは以前動画でも詳しく解説しているので気になった方はぜひそちらも見てやってください。このセットには 50g という乾いた流木にしては結構重たい量入っている紙商品です。ご覧の通り開封してみるといい感じに美味しそうな枝流木が大量に入ってます。これがなんと1セット600円。先ほどの流木もどきたちは何だったのかというクオリティです。こちらも若干マイナーチェンジがあって流木の質が変わったんですが、視聴者さんたちからも絶賛の嵐で現在も販売が止まってます。左が現行販売品で右が旧販売品です。どちらもいい枝流木ですね。僕みたいにゴミが送られてきても動画のネタになるから大丈夫って人以外はおとなしくこっちの紙流木セットを買っておきましょう。一応概要欄にリンクを貼っておきますので、今回紹介した流木全部気になるって方は覗いてみてください。これからもこういう無駄な情報をお届けしていくので、気に入ってくれた方はぜひチャンネル登録してもらえると助かります。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。